東京町探検です。今回は上野公園です。動物園や博物館でにぎわうところですが、江戸時代は将軍家の菩提寺寛永寺があり、幕末には戦争が起きました。そうした歴史の跡をたどります。どうぞご覧ください。スタートは前回の続きで JR 上野駅公園口です。近年改修され、改札口も移動しました。また改札口前を横切っていた車道も廃止され、公園内各施設まで安全な歩道だけで行けるようになりました。公園口の名前の通り、ここはすでに上野公園の中です。ここには動物園、博物館、美術館、音楽ホールなどが集まっています。右手はその一つ、国立西洋美術館です。本館の建物はル・コルビュジエの建築作品の構成資産として世界遺産に登録されています。国内的には重要文化財に指定されています。庭に入るだけなら無料ですので、ここにある彫刻を見ていきましょう。ロダンの地獄門です。美術に疎い私でさえ知っている超有名作品が日本にあるはずはなく、当然レプリカだろうと初めて来た時には思いました。しかし本物です。ここに考える人がいます。本物とは言っても世界でただ一つというわけではありません。鋳物ですから鋳型があれば複数作れるわけで、フランスの法律では12体目までは本物で、これは3体目だそうです。銘板に松方コレクションとあります。造船で財を成した松方幸次郎という方が戦前に収集した美術品だそうです。多くは散逸、消失しましたが、フランスに残されていたものが戦後接収され、後に返還寄贈されたそうです。この作品は例外的に松方コレクションではないそうです。地獄門の一部を拡大した考える人。皆さんこのポーズを真似て記念撮影をしていました。江戸時代には上野公園の全域は寛永寺の敷地でした。周囲には36もの寺院も立ち並び、広大な寺域を有していました。寛永寺は家康の帰依を受けた宋天海が江戸城の鬼門にあたる上野の台地に祈祷寺として創建しました。やがて増上寺と並び、将軍家の菩提寺にもなり、大いに栄えました。しかし幕府が滅びた後は上野戦争で伽藍のほとんどを焼失し、寺領は没収されました。その跡地に上野公園が作られました。寛永寺は後に復興したものの、寺域は相当に狭まりました。国立科学博物館です。震災復興施設として建設され、重要文化財に指定されています。東京国立博物館に突き当たります。ここは江戸時代は寛永寺の館主が住む本坊だったところです。その隣は寛永寺の開山堂です。寛永寺を創建した次元大師天海と延暦寺中興の祖自衛大師良源を祀ることから良大師とも呼ばれます。家の戸口にこの絵を描いた厄除けのお札が貼られていることがあります。角大師とも呼ばれる良源の姿を描いたものです。天海が江戸の鬼門に寛永寺を建てたのは、比叡山延暦寺が京都の鬼門に位置することに倣ったからです。そのため山号を東の比叡山という意味で東叡山としました。また延暦年間に建てられたことから延暦寺と名乗ったように、寛永年間創建のため寛永寺と名乗ることを許されました。
将軍家の庇護を受け大いに栄えた寛永寺の運命は幕府が滅びると一変します。江戸城は無血開城されましたが、徹底抗戦を主張する幕臣らで構成された彰義隊は寛永寺に集結しました。長州、薩摩などの新政府軍がそれを攻撃し、上野戦争が起こりました。戦いは半日で終わりましたが、寛永寺の主な道具は消失しました。この門は寛永寺の館主が住んでいた本坊の表門で、幸いなことに焼失を免れ、重要文化財に指定されています。手前が本坊の外側です。そしてここに上野戦争の時の銃撃による弾痕があります。この門は寛永寺の奥の方にあったのでまだこの程度ですが、正面入り口にあった黒門にははるかに多くの弾痕が見られます。黒門は南千住の円通寺に移築されています。以前に撮影した写真でご紹介します。少し北に足を伸ばします。右は観光バスの駐車場。多くは小中学生の団体のようです。左は寛永寺の寺院が並ぶ寺町です。その先の墓地の前に立つのは、悲しみの東京大空襲慰霊碑です。エッセイストで初代林家三平さんの奥様でいらっしゃる海老名佳代子さんらが建立されました。昭和20年3月10日の東京大空襲では、2時間で10万人以上が犠牲になりました。この辺りにはおびただしい数のご遺体が運ばれ、多くは身元不明のまま巨大な穴に仮埋葬されたそうです。東京を歩き知る上で、関東大震災と空襲の被害を忘れることはできません。この墓地には三代将軍家光が亡くなった時の殉死者の墓があります。老中経験者らの幕臣、さらにその家来や家族などが殉死したそうです。その12年後、幕府は殉死を禁じ、この風習はほぼ絶えました。近くの跨線橋から上野駅を見渡すことができます。大きな建物の建っているところが上野台地、そしてここが高架ホーム、数多くの線路が並んでいます。この2本は後からできた2階建て部分の高架ホームです。一段低いところには地平ホーム、左手には下町低地が広がっています。上野駅については前回の動画でご紹介していますので、ぜひそちらもご覧ください。両大師の前に戻り、東京国立博物館に向かいます。右手一帯が東京国立博物館です。ここには寛永寺の館主が住む本坊、円頓院がありました。先ほど両大師で見た弾痕の残る門は、この本坊の表門で、この位置にありました。国立博物館の正門として使われていた時代もあったそうです。正面に見える本館をはじめ、建物だけで4棟の重要文化財があります。ここで振り返ると、この景色です。噴水のある広大な広場ですが、ここに寛永寺の中心伽藍、根本中道がありました。ここで足元を見たら、ポケモンのマンホールでした。遮光器土偶と真ん中は同郷のポケモンでしょうか。先ほどお話しした重要文化財の建物の一つ、旧印州池田屋敷表門です。元は江戸城近くの大名工事にあったものが何度か場所を移し、現在はここにあるそうです。根本中道があった広場に入っていきましょう。ご覧のように大変広い空間です。
ちょうどこの噴水のあたりに根本中堂があったようです。かつての姿を想像するのは難しいのですが、その大きさは実感できます。その先にも多くの道具が立ち並んでいたはずです。現在ではしばしばイベントが開催されており、この日も素敵なフェスティバルが行われていました。下町ハイボールフェスとのこと。この先まだまだ歩かなければならないのですが、その魅力に抗うことはできませんでした。人だかりができているので行ってみます。ここをはじめ公園内の数カ所ではほぼいつでも大道芸をしています。動物園に向かっていくと、その右手にこんなポストがあります。もちろん本物です。動物園の出口から東照宮に向かいます。茶店の横の近道は公園のにぎわいからは切り離された落ち着いた空間です。上野公園を歩いた今回の動画はここで区切ります。最後までご覧いただきありがとうございました。次回は東照宮から不忍池へ歩きます。次の動画もぜひご覧ください。